こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー6、エアバーナーをご紹介します。プロパンガスについて最初にお伝えしておきます。プロパンガス用のバーナーはプロパンガスで使うのが一般的だと思いますが、CB 缶や OD 缶でも使えます。動画ナンバー9では、プロパンガス用のバーナーを CB 缶や OD 缶で使う方法を紹介しています。CB 缶とはカセットボンベのことです。スーパーやコンビニ、100均などで購入できる燃料です。プロパンガス用のバーナーは CB 缶や OD 缶でも使えることを覚えておいてください。改めまして動画ナンバー6ではこちらの5つのエアバーナーをご紹介します。メーカーは3つです。A3 インターナショナル、ロペット、ロペックスです。緑の線の右側が柔らかい炎の拡散炎タイプです。拡散炎タイプは音が静かです。左側が鋭い炎の集中炎タイプです。集中炎タイプは基本的には音が大きいですが、炎の調整によって音は変化します。集中炎バーナーの炎を最大にした時の音と拡散炎バーナーの音を比べてみます。代表して A3 インターナショナルさんのバーナーで比較してみます。左が集中炎バーナー B10 最新型です。右が拡散炎バーナー B8 です。ともにプロパンガス用です。エアポンプは安永の YP15A を使います。まずエアポンプの音を聞いてみます。エアポンプにホースをつけていない状態で電源を入れます。静かなエアポンプだと思います。右側拡散炎タイプ B8 バーナーにホースをつないでエアポンプの電源を入れて点火します。とても静かなバーナーだと思います。次は左側、集中炎タイプ B10 最新型につないでエアポンプの電源を入れます。エアポンプの電源を入れた状態ですでに音が大きいです。交互に音を聞いてみます。集中炎バーナーの音について再度お伝えします。集中炎バーナーは基本的に音は大きいのですが、ガスとエアを少なくして炎を小さくするとかなり小さな音になります。小さい炎だと小さいものしか作れないと思われがちですが、小さい炎でも大きな作品は作れます。動画ナンバー121では小さい炎で大きな作品を作っています。すでに集中炎バーナーをお使いの方で、集中炎バーナーは使いにくいと感じている方は、ぜひ小さい炎を試してみてください。緑の線の右側、拡散炎バーナーについて説明します。右が A3 インターナショナルの B8、左がロペットの BWA1NP です。性能は一緒だと思います。左のロペットの拡散炎タイプはメーカー廃盤になっていますが、中古市場などではまだまだ見かけます。拡散炎バーナーの炎の形は全体に広がっていく感じです。集中炎バーナーより火力は落ちますが、音が静かなので音楽や会話などを楽しみながら作業できます。
炎のどの位置にガラスを入れてもすすが入らないので、初めてガラスを溶かす人でも扱いやすいバーナーだと思います。続いて緑の線の左側、集中円バーナーです。3つとも性能は一緒だと思います。A3 インターナショナルの B10 は以前と形が違うので B10 最新型と呼ばせていただきます。集中円バーナーは炎の大きさにもより音が変わりますが、基本的には拡散円バーナーより音が大きいです。炎の下側にガラスを入れてしまうとすすが入ります。初めてガラスを溶かす人からすると少し使いにくいかもしれませんが、火力は強く拡散円バーナーよりガラスを早く溶かすことができます。集中円バーナーでガラスを溶かすときは炎の上の方を使います。炎の上で溶かしていればすすが入ることはありません。このようにすすは入っていません。ガラスは佐竹ガラス G23 白です。ロペックスの BWAN1 であえてすすを入れてみます。炎の下側にガラスを入れるとご覧のようにすすが入ります。炎の上に戻すとすすを消すことができます。しかし長い時間すすを入れてしまうとすすを消すことはできなくなります。次はロペットの BWA1P です。先ほどと同じです。炎の下ですすを入れます。炎の上に戻すとすすを消すことができます。しかし長い時間すすを入れてしまうとすすを消すことはできなくなります。次は A3 インターナショナルの B10 最新型です。内容は同じです。炎の上に戻すとすすを消すことができます。しかし長い時間すすを入れてしまうとすすは消せなくなるので注意してください。集中円バーナーはすすが入らないように炎の上側で溶かしてください。拡散円バーナーは炎のどの位置で溶かしてもすすが入りません。このように炎のどの位置で溶かしてもすすは入っていません。どの位置で溶かしても良いのですが、ガラスがよく溶ける位置は炎の下側なので、溶かすときは炎の下を使います。拡散円バーナーは炎の下側がよく溶けます。拡散円バーナーを初めて点火するところから説明します。バーナーは A3 インターナショナルの B8 です。エアダンパーを閉めます。エアコックを開きます。ガスコックを開いて点火します。ガスが燃えている状態です。エアポンプの電源を入れます。エアダンパーを少し開きます。エアダンパーは1ミリ開くか開かないかぐらいです。しかしエアポンプの風力によってはもっと開く場合もあります。こんな感じの炎が良いと思います。エアダンパーを開いてみます。これだと開きすぎです。この状態だとガラスが溶けないと思います。エアダンパーを閉めてみます。これだと逆に閉まりすぎです。これもガラスが溶けないと思います。もう少し開いてみます。なかなか良い感じですが、少々青色が濃いです。これだとすすが入る可能性があります。
もう少しだけ開きます。青色が少し薄くなりました。こんな感じの炎が良いと思います。この炎ならすすが入らないと思います。炎を消すときはガスコックを閉めます。エアーは出したままにしてバーナーを冷やします。バーナーが冷えたらエアポンプの電源を切ります。次に炎をつけるときはエアポンプの電源を入れてガスコックを開いて点火します。次は集中炎バーナーを初めて点火するところから説明します。バーナーは A3 インターナショナルの B10 最新型です。エアコックを開きます。ガスコックを開いて点火します。ガスが燃えている状態です。エアポンプの電源を入れます。このままでちょうど良い感じの炎だと思います。ガスとエアを絞って炎を小さくします。このように小さい炎にすることもできます。左側は小さい炎ですが、火力はかなりあります。この小さな炎で制作した作品を紹介します。先ほどもお見せした作品ですが、動画ナンバー121の A で作ったものです。長さは約6センチ、一番太い部分は約20ミリです。こちらは動画ナンバー121の B で作った作品です。長さは約8センチ、一番太い部分は約12ミリです。こちらは動画ナンバー121の C で作った作品です。長さは約 8.5 センチ、一番太い部分は約14ミリです。小さな炎でも結構大きな作品が作れます。また小さな炎だと音がだいぶ静かにもなります。集中炎バーナーが使いにくいと感じている方は、炎を小さくして作業をすると感じ方が変わるかもしれません。小さい炎から元の炎に戻します。ガスコックとエアコックを開いて元の炎に戻します。炎を消すときはガスコックを閉めます。エアは出したままにしてバーナーを冷やします。バーナーが冷えたらエアポンプの電源を切ります。次に炎をつけるときはエアポンプの電源を入れてガスコックを開いて点火します。改めまして今回ご紹介しているバーナーはエアバーナーと呼ばれているもので、ガスとエアポンプを使います。これは圧力調整器です。このボンベは5キロボンベです。中身が5キロで総重量は約12キロです。バーナーは都市ガス用とプロパンガス用がありますが、これはプロパンガス用です。黒いホースはポリウレタンチューブと言います。これがエアポンプです。これで空気を送り込んでいます。エアポンプとバーナーはポリウレタンチューブのみでも接続できます。エアポンプは安永の YP15A です。風量は毎分15リットルです。ホースを外します。1番、2番、3番、すべてホームセンターのエア工具売り場にある商品です。ワンタッチすぎてはポリウレタンチューブの脱着がワンタッチでできます。このポリウレタンチューブは外径が8ミリ、内径は5ミリのものです。
ワンタッチ継ぎ手のホースを接続する部分の直径は10ミリです。ガスホースでもちょうどサイズが合います。ワンタッチ継ぎ手はこの部分を押すとホースが外れる仕組みです。差し込むときはそのまま刺すだけです。これで抜けません。外すときは押さえながらホースを引き抜きます。ワンタッチ継ぎ手の種類をいくつか紹介します。紹介するのは外径8ミリのポリウレタンチューブ用です。左がメーカーで右が品番です。こちらはホースとホースをつなぐときに使うものです。こちらは先ほど紹介したものです。別のホースと接続するタイプです。ワンタッチ継ぎ手はホームセンターのエア工具売り場にある商品ですが、種類を豊富に揃えている店は少ないと思うので、店頭で注文するか、品番で検索してみてください。B8、B10 バーナーのエアコックは横向きですが、モーさんは後ろ向きに変更して使っています。ストリートエルボ8分の1、この部品を使います。こちらは水道テープです。このテープを接続部分のネジに巻き付けます。巻く方向を間違えました。本来はネジを締める方向へ巻いてください。ストリートエルボ8分の1を取り付けます。こんな感じで後ろ向きにしています。ポリウレタンチューブをエアコックに差し込みます。ストレートのワンタッチ継ぎ手を接続します。さらにポリウレタンチューブをつなげます。ホースとワンタッチ継ぎ手を組み合わせたら、ポリウレタンチューブとつなぎます。ホースをエアポンプに差し込みます。この接続方法は複数つなげることも想定したものです。バーナー一つだけ接続するなら、ポリウレタンチューブのみで構いません。もし緩い場合は、水道テープで太さを調整してください。画像は複数のバーナーをつなげたものです。ガスホースの接続には、ホームセンターなどでも販売しているガスタッチを使うこともできます。ガスタッチを使うとホースの脱着が簡単にできます。ガスタッチのことやガスホースのつなぎ方は動画ナンバー3で詳しく説明しています。ガスホースを外します。続いてワンタッチ継ぎ手とポリウレタンチューブを外します。ワンタッチ継ぎ手は簡単に脱着ができ、いろんなパターンで組み替えできます。複数のバーナーをつなぐときにガスホースの接続に使う金具です。十字の金具は A3 インターナショナルさんで作ってもらったものです。3股はガス3股で検索してみてください。ガスホースの内径は 9.5 ミリです。ガスホースに接続する金具の直径は10ミリから11ミリ程度です。こちらの画像は A3 インターナショナルさんの B8 拡散塩バーナーを10台つなげたものです。ガスはプロパンです。90センチ ×90 センチの板を5枚並べています。エアポンプは箱の上に乗せて、バーナーまでのホースの長さがなるべく短くなるようにしています。送り込む空気ですが、バーナー1台10リットルとして10リットル ×10 台で100リットルと計算しました。100リットルのエアポンプで空気を送り込みます。一番離れているバーナーまで5、6メートルあり、遠くなります。
同じ100リットルでも40リットルと60リットルのエアポンプで両端から空気を送り込む方法もあります。モーさんはこちらの方法をお勧めします。使用した40リットルと60リットルのエアポンプです。ホースの接続について説明します。先ほども紹介しましたが、ストリートエルボ8分の1をつけてエアコックを後ろ向きにしました。イベント会場など一時的な設営の場合はすぐ撤去が必要です。その場合、ガスホースが抜けなくなることがあるので、グリスをつけてから接続します。このグリスはオートバイ部品店で購入したものです。ゴム部分に影響を与えないと書いてありますが、ここに書いてあるゴムがガスホースのゴムに適合するかは不明です。ほんの少しだけつけます。ホースを回しながらバーナーに差し込みます。ガスホースはこんな感じでつなぎました。A3 インターナショナルさんで作ってもらった十字の金具を使っています。ホースの終わりにはペンを刺しました。エアポンプにワンタッチ継ぎ手をつなぎます。ワンタッチ継ぎ手をホースに差し込みます。ガスホースでもサイズが合います。続いて太いホースに差し込みます。もし緩い場合は水道テープで太さを調整してください。ホースバンドでエアポンプに固定します。バーナー6台なら60リットルのエアポンプ1台で良いと思いますが、30リットルのエアポンプ2台で両端から空気を送る方法もあります。一方通行での接続例をお見せします。ポリウレタンチューブをエアポンプとバーナーにつなぎます。つなぎ方が2通りありますが、どちらでも構いません。一方通行での空気の流れです。両端から空気を送る場合は次のようにします。ご覧のつなぎ方で両端から空気を送ることができます。ホースをまっすぐにするために十字の部品を使いましたが、曲がっても良いなら3股が使えます。3股でガスホースをつないでみました。こんな感じです。T 字の継ぎ手だけでポリウレタンチューブをつなぐとこんな感じです。空気が流れる方向です。説明の時にはついていない状態でしたが、ガスホースの接続にはホースバンドを使用してください。バーナーを数台同時に使うと、ボンベが結露して床がビタビタになり、シミが取れなくなるので、必ずお皿などに乗せて対策してください。拡散煙バーナーと集中煙バーナーの構造の違いなどをご紹介します。黄緑色の文字とオレンジ色の文字は同じメーカーの同じバーナーですが、ガスが違います。プロパンガス用と都市ガス用です。左端が都市ガス用です。手前の3つが拡散煙バーナーです。拡散煙バーナーはパイプがまっすぐです。奥の4つは集中煙バーナーです。集中煙バーナーはパイプが斜めです。パイプの違いで集中煙と拡散煙を見分けることができますが、パイプの中を見た方がもっとわかりやすいです。パイプを外しました。集中煙バーナーには細いパイプがあります。拡散煙バーナーには細いパイプはありません。手前の3つの拡散煙バーナーですが、プロパンガス用、都市ガス用、ともにヘッドの作りは同じです。
集中塩バーナーのプロパンガス用には金網が入っています。これが金網です。メーカーは左がロペックス、右がロペットです。ともに金網が上に入っています。左側のロペックスは先ほどもお見せしましたが、金網が上に入っています。右側の A3 インターナショナルの B10 最新型は金網が下に入っています。金網の位置は違いますが、どのメーカーも集中塩バーナーのプロパン用には金網が入っていることは共通しています。次に集中塩バーナーのプロパンガス用と都市ガス用を比べてみます。左側都市ガス用には金網はありません。直径は同じですが、金属部分の幅も違います。同じ集中塩バーナーでも都市ガス用には金網は入っていません。ロペックスとロペットの集中塩バーナーは金網が上にあります。金網が上にあるとガラスが落ちて網が破損することもあるので、モーさんは金網の位置を入れ替えて使っています。入れ替えました。しっかり蓋をすると左のようになります。金網が下に入った状態です。このように金網の位置を下に入れ替えて使っています。ロペットのバーナーも金網の位置を入れ替えました。外観の大きな違いとして、ロペックスの BWAN1 のみバーナーの角度を変えることができます。バーナーのパイプをすべて外しました。先ほども言いましたが、集中塩バーナーには細いパイプがあります。拡散塩バーナーにはありません。こちらは拡散塩バーナーの内部です。中心の穴からガスが出てきます。周りの穴からはエアーが出てきます。左が都市ガス用、右がプロパンガス用です。ガスが出てくる穴の大きさが違います。都市ガス用の方が穴が大きいです。この部品を交換すれば、都市ガスとプロパンガスの変更ができます。バーナーを買い替えなくても、部品の交換で使用するガスを変更できます。こちらがガスを変更するときの部品です。こちらは集中塩バーナーの内部です。ガスはこの穴から出てきます。空気は細いパイプの先端から出てきます。集中塩バーナーも部品を交換すれば、都市ガス、プロパンガスともに変更することができます。自信がなくて申し訳ありませんが、おそらく集中塩バーナーの場合は、ヘッド部分とガスが出てくる部分の部品を交換すると、都市ガスとプロパンガスの変更ができると思います。ちなみにガスが出てくる穴は、先ほど紹介した拡散塩バーナーと同じで、都市ガスの方が大きいです。部品の交換は A3 インターナショナルさんのホームページのバーナーガス器具をクリックすると説明が出てきます。基本的にはどのメーカーのどのバーナーでも対応してくれると思います。お問い合わせ先はグラススタジオアークです。グラススタジオアークは A3 インターナショナルさんの直営店です。金網の位置を入れ替えます。ペットボトルの口部分を使います。方法その1、このように叩いて分解します。分解できない場合、方法その2、100均にもある滑り止めを巻きつけてハンマーで叩きます。これでも分解できない場合は、
方法その3、マイナスドライバーを使います。この方法は確実に分解できます。段差の部分にマイナスドライバーを合わせてハンマーで叩きます。少し叩いては移動、少し叩いては移動を繰り返します。外れました。方法その4、ホームセンターにある足場パイプを使います。パイプの方がマイナスドライバーより作業しやすいと思います。段差の部分にパイプを合わせたらハンマーで叩きます。少し叩いては移動、少し叩いては移動を繰り返します。外れました。中身を出して並べます。金網を交換する場合は、100均などの商品を探すのも良いと思います。組み立てます。金網を下に入れます。この蓋の向きを間違えないようにしてください。板を乗せてハンマーで叩きます。これで金網の位置の変更は完了です。100均商品での金網の交換は動画ナンバー8の14分あたりで紹介しています。モーさんの感想ですが、バーナーは20年使っても何ら問題なく使えます。ただ掃除だけはしてください。拡散塩バーナーの場合はこの部分にホコリがたまります。エアーを出しながらホコリを取り除いてください。映像ではエアーは出していません。ホコリは撮影用に用意したものです。集中塩バーナーも同じく掃除をしてください。集中塩バーナーは拡散塩バーナーよりホコリがたまりやすい印象があります。集中塩バーナーはヘッドの裏側にホコリがたまります。ホコリが原因で火力も落ちるのでご注意ください。続いてエアポンプの掃除です。蓋を外すとクリーナーエレメントがあるので、ホコリが溜まっていたら取り除いてください。こちらは YP15A です。4箇所のネジを外してゴムハンマーで叩いてカバーを外します。メーカーに問い合わせたところ、室内で使う前提のため最初からクリーナーエレメントがついていないそうです。よって普段のお手入れは特にないとのことでした。集中塩バーナーの音について再度お伝えしておきます。集中塩バーナーは基本的に音は大きいのですが、ガスとエアを少なくして炎を小さくするとかなり小さな音になります。小さな炎では小さなものしか作れないと思われがちですが、小さな炎でも大きな作品は作れます。動画ナンバー121では小さな炎で大きな作品を作っています。すでに集中塩バーナーをお使いの方で、集中塩バーナーは使いにくいと感じている方は、ぜひ小さな炎を試してみてください。こちらも最初にお伝えした内容ですが、再度お伝えしておきます。プロパンガス用のバーナーはプロパンガスで使うのが一般的だと思いますが、CB 缶や OD 缶でも使えます。動画ナンバー9では、プロパンガス用のバーナーを CB 缶や OD 缶で使う方法を紹介しています。プロパンガス用のバーナーは CB 缶や OD 缶でも使えることを覚えておいてください。補足です。動画の中では集中塩バーナーはパイプが斜めになっているとお伝えしましたが、例外があります。パイプがまっすぐな集中塩バーナーがあります。左のバーナーはこの動画の中で初めて紹介しますが、A3 インターナショナルの B10 旧型モデルです。
右側は動画の中で紹介していた B10 最新型です。共に集中円バーナーですが、左側 B10 旧型モデルは例外的にパイプがまっすぐです。パイプはまっすぐですが、中を見れば集中円であることがわかります。細いパイプがあります。B10 バーナーの旧型モデルと最新型の違いをご紹介します。左側旧型は金網が上に入っています。右側最新型は金網が下に入っています。旧型はエアダンパーが開閉式ですが、最新型はエアダンパーの開閉はありません。常に開いている状態です。これで動画ナンバー6エアバーナーを終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。